ラモーヌとブライトが目白高速バス送りになったとアルダンが言っているので詳しく話を聞いてみると実は制裁的なバスではなくアスリート馬娘として大きく飛躍するためのバスだと教わった目白パーマー。ということなのです。嘘でしょう？アルダンさん。パーマー、受け入れてください。そんな。ラモーヌさんとブライトが目白高速バス送りになるだなんて。事実です。信じられないよ。目白高速バスってなんだよ。知らんのか？さては目白素人だな。前はドーベルとマックイーンが目白フェリー送りになってたな。ねえアルダンさん、本当に本当？マックイーンとドーベルの間違いじゃないの？姉様とブライトです。間違いありません。そうなんだ。それにしても意外だな。まさかあの二人が目白の秘密兵器であるあの新型ボロバスに乗ることになるなんて。新型ボロバス？どうせ目白シティ関係なんだろ。俺は詳しいんだ。でもあの二人が何をやらかしたの？想像がつかないんだけど。二人とも自ら望んでのことです。自ら？だって新型ボロバスって目白の名を汚した不届き者が究極的な制裁を受けるために乗るバスでしょう？つまりパーマーはマックちゃんとドーベルは目白の名を汚してると思ってるわけか。当然だよな。濡れ衣ですわ。まだ何もしてないわよ。パーマーは新型ボロバスの真の意味を知らないのですね。真の意味？どういうことです？制裁以外の目的があるんですか？その通りです。むしろそちらこそ新型ボロバスの本当の存在意義なのです。ごくり。新型ボロバスの旅は生産を極めます。ですがそれを乗り越えた者は目白的パワーがいい感じにあれして強くなれるのです。いい感じにあれしてじゃわかりませんよ。強くなるということは理屈や理論では語れない部分も少なからずあるものです。いずれパーマーにもわかりますよ。はあ。根性とかそういう話かな。あれ？どうしました？でもそうやって語るってことはもしかしてアルダンさんも新型ボロバスの経験が？はい。なるほど、経験者は語るってやつか。トレーナーさんと新型ボロバスの旅を乗り越えたことで私の体はガラスの重戦車と呼ばれるほどに強くなりました。それだけではありません。トイレの水が直接海に流れることでおなじみの川崎目白ランドの株価は連日ストップ高ですしドーベルは原稿を落とします。それ本当に新型ボロバスのおかげですか？目白ランドのストップ高はいいとしてもドーベルが原稿を落とすのはかわいそうな気が。新型ボロバスの旅は生産を極めます。それはさっき聞きましたけど。姉様とブライトにとっては過酷な試練となることでしょう。ドーベルの原稿は。まあいいか、原稿の話は。ですがきっと乗り越えてさらなる飛躍を遂げると信じています。なんだかんだで二人ともケロリと帰ってきそうだけど。そもそもアルダンさん、私ってば新型ボロバスについてはそこまで詳しくないんだよね。新型ボロバスは目白の馬娘が乗り越えるべき試練です。無事にクリアできればアスリート馬娘として大きく成長できますがもしクリアできなかったら再起不能になるとも言われています。アルダンさんがガラスの重戦車化したのも新型ボロバス効果による大きな成長なんだね。はい、間違いなく新型ボロバスの試練を乗り越えた結果です。今プレイって言った？やっぱりそういうプレイじゃないか。でもアルダンさんからすれば余裕な試練でプレイレベルだっただけなのかもしれない。パーマーも新型ボロバスプレイを楽しんでみてはどうですか？今アルダンさん完全にプレイって言い切った。しかも楽しむって。楽しいですよ。高速バスの添乗員役となりトレーナーさんが運転するバスでの旅は。アルダンさんのトレーナーって高速バスの運転できるの？中央のトレーナーですよ。バスくらい運転できます。もちろんパーマーのトレーナーさんも運転できるはずですよ。知らなかった。ちなみにラモーヌさんとブライトは新型ボロバスでどこまで行くの？姉様はラモーヌ号で東京から洞爺湖、ブライトがブライト号で京都から洞爺湖ですね。あ、自分の名前がついてるんだ。じゃあ私のはパーマー号？残念ですがパーマーのバスは名前がありません。なんで？パーマー号という名前の権利をあなたのトレーナーさんが買い取ったのです。トレーナー。見ず知らずの誰かさんならともかく目白家所有のバスなんだろうから買い取るほどじゃないだろう。ミーム汚染されすぎてラモーヌ号が笑ってはいけないの通勤バスのイメージにしかならない。
オフスプリング、オールアイボンツを大音量で運転席に流しながら走るラモーヌ号。サービスエリアで他の馬娘の芸が始まる。乗車してくるシンボリルドルフ。同乗を禁じ得なかったので同乗することにしたよ。ラモーヌが紅茶する瞬間ギャップに乗り上げて華麗な逆振動で波を打ち消すのか、それともお約束的に顔面ビチャー行くのかを見たいか見たくないかで言うとめちゃくちゃ見たい。そうそう、パーマーもこの試練を受ける際は搭乗場所を選べますからね。その言い方だと行き先は決まってるのかな？洞爺湖ですね。そっか。まあ目白だしな。苫小牧まで延長運転しませんか？企画段階で潰れそう。高速バスって船に乗れるの？さすがに乗船制限に引っかかるだろ。高速バス。桜一族みたいに海上走りするだろ。ちなみにこれが今年の新型ボロバスのカタログです。毎年専属のデザイナーさんが新しいデザイン案を出してくださり、その中から採用されたものがその1年間の新型ボロバスとなります。私の知らないことだらけだ。じゃあちょっとカタログを拝見。どうぞ。バスの見た目は、1、最新鋭個室付きの、2、普通の、3、どう見たって一昔前の、どう見たって一昔前のバスだこれ。いいでしょう？新型ボロバスですよ。なんだかマルゼンさんが好きそうなトレンディー感があるね。でもこれはあくまで外観なんだよね。中はどうなの？アルダンさん。バスの中は、1、最新、2、見た目通り。見た目通りですよ。そうなんだ。新築ボロアパートと一緒にしてはいけませんよ。これはあくまで試練なのです。でもアルダンさん、さっきプレイって言ったよね？試練とプレイは表裏一体。目白に古くから伝わる言葉ですよ。パーマーは勉強が足りませんね。勉強しておきます。目白家はさ、先祖からそんなんじゃもう仕方ないね。では試練を受ける者がバス内で受けられる車内サービスについて説明しましょう。車内サービス。そんなのあるんだ。でも添乗員役なのにいいの？パーマー、あれこれ文句をつけていないで受け入れなさい。ごめんなさい。5本。代表的なのはお食事の提供ですね。へえ、サービスエリアで食事とかじゃなくて車内で用意してくれるのはいいかも。そっか、古い分はサービスで勝負するんだね。今の一押しメニューはやる気アップスイーツですね。おう、美味しそう。でも揺れる車内でパフェはきつくないかな？あ、逆にそういう試練ってこと？なるほどね。大丈夫ですよ。サービスエリアで休憩中に食べさせる試練ですから。それじゃ試練にならないんじゃ。あれ？食べさせるってアルダンさん言った？言いましたね。どういうこと？スタイルは試練を受けるもの次第ですが。真正面から向かい合ってトレーナーさんに食べさせるのもよし。二人羽織でトレーナーさんに密着してトレーナーさんの肉感を楽しみながら食べさせるのもよし。お好きにどうぞ。これやっぱりただのプレイじゃん。クイーンオブメジロ号の旅。クイーンオブメジロ号の旅にあるこの疑似沈没体験って何なの？馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。